救急隊からおばが搬送されるから病院に来てくれと連絡が入った。電話口からはおばがおめき叫ぶ声が聞こえる。こんなことになったのは私のせいだとも言っている。だが私は考える間もなく即答した。私は家族ではないので無理です。そう、私はおばにとって家族ではない。実際に何度もそう言われてきたのだから、私の態度は当然のことだ。私は静香、23歳の会社員だ。自由な社風の会社で、のびのびと仕事をしている。公私ともに快適に暮らせていた。母は高卒で19歳で私を出産。妊娠期間を差し引くと、社会に出て働いていた期間はとても短い。そのため、父に依存してここまで生きてきた。母は自分に火の粉が飛び移らないように、何かあればすぐに他人に押し付ける癖がある。私も何度その被害を受けたことか。特に母の姉、私にとっておばになる人には、絶対服従的な関係が出来上がっているようで、一切反論も抵抗もしない。そのくせ、おばの目が届かないところでは不満を漏らす。その聞き役は大抵私だ。長々とおばに対する愚痴を聞かされる身にもなってほしい。それが嫌で、私は大学入学とともに実家を出ている。実家を出る理由にするため、離れた場所にある大学を選んだくらいだ。父とは特別仲がいいわけではないが、悪くもない。程よい距離感を保ちつつ、お互いの尊厳を維持し合っている感じだ。そんなある日、母から連絡がある。祖母が入院したという連絡だった。祖母の家に住み込み、入院中の祖母の世話と同居しているおばの世話をするように言われる。入院中の祖母の世話はわかる。だが、まだ40代で怪我も病気もしていないおばの世話？意味がわからない。私はもともとおばあちゃん子だったので、祖母の世話は頼まれなくてもできる限り何かしてあげたい気持ちはある。だから祖母の世話は即答でやると言ったが、おばの世話は嫌だと断った。当然祖母の家に住み込むなんて冗談ではない。遠方で通うのが大変ということもあるが、それでも祖母のために通うなら苦でも何でもない。なんでおばさんの世話をしなきゃいけないの？そこは姉妹なんだからお母さんがやってよ。あなたはリモートだかなんだかで在宅しながら仕事ができるんでしょ？私はそういうわけにいかないのよ。お父さんを一人にできないでしょ？他にも最近体調が優れないとか、専業主婦が長時間家を留守にするなんてご近所の手前できないとか、うだうだ言っている。その日は決着がつかなかったが、以降毎日母からおばの世話をしろと説得とも強制とも取れる電話がかかってきた。はじめは断固断っていたが、次第に母のうだうだした言い訳を聞いていると、イラつき、面倒ごとから早く解放されたくて、しぶしぶ母の希望を聞き入れることにした。妥協案として、祖母の世話をしに通い、そのついでにおばの様子を見てくることを提案したが、なぜか堅くなに祖母の家に住み込むように言われる。これが騒動のきっかけとなる。おばしかいない祖母の家に向かう道中は、とても気が重かった。母と良い関係では決してないが、それ以上に、おばとは折り合いが悪い。そのおばと当面、二人で暮らさなければならないのだ。祖母の家に着くと、
玄関から何とも言えない異臭が漂っている。中に入ると、そこはゴミ屋敷と化していた。おばは自称バリバリのキャリアウーマンだと思い込んでいる。それもあり、家事全般は全くやらないし、もともとできない人だ。ずっと実家暮らしで、生活に必要な家事全般は祖母頼りだった。その祖母が入院したので、散らかり放題からゴミ屋敷へと進化したようだ。静か、遅い。いつまで待たせる気？さっさと住みやすい部屋に戻しなさい。私の顔を見るなり、おばは片付けを強要した。ずっとコンビニ弁当で飽きちゃった。さっさと作って。まだ片付け始めたばかりなのに、手料理を強いる。このキッチンで何をどうしろと？全くこちらの立場を考えない態度に、私は早々母の頼みを根負けして聞き入れたことを後悔した。静かって、やはりダメな妹の子供なのね。母親にそっくり。要領悪いし、何やってもグズだし。おばは私のやることにいちいち文句を言うが、言うだけで一切手伝おうとはしない。ソファーに横になり、流行の雑誌を眺めたり、テレビを見たり、掃除をしろと言いながら、掃除機の音がうるさいと文句を言う。手料理を食べさせろというので作れば、濃い味だと文句。薄味にすれば、味付けもまともにできないのかと、作ったものを捨てられる。さすがにカチンときて、そう感じるなら少しは手伝ってくれてもいいと思う。味付けなんて一緒に住んでないから好みがわからないし。と言えば、出来の悪い母親の手料理を食べてたんでしょ？だったら少しは頭使いなさいよ。と返される。散々娘に手料理食べさせたのに、味を覚えられていないなんて、妹も気の毒と言いながら鼻で笑う。おばは母と私をセットで見下し楽しんでいる。さらに私と違い責任ある仕事を任されて疲れている。家事に労力を割いて大事な仕事に支障が出たら困るとよくわからないへりくつを並べて手伝う気配はない。でもおばあちゃんがいないし、いろいろ大変な時期だから協力し合わないと。私だって在宅ワークだけど、ある程度仕事を犠牲にしている。その分夜遅くまで仕事する時もあるのだ。せめて週末の数時間だけでも、と願ったが、生意気なこと言ってんじゃないよ。めいなんてね、家族でも何でもない他人なんだから、家のことに口を挟むな。あんたは私に言われたことだけやっていればいいんだよ。と、怒鳴られた。めいは家族ではない。他人？おばに好かれていると思ったことはないが、私のことをそういう目で見ていたのか。ショックだったが、納得できる部分もあり、私に対する態度の説明がついた。だが、その他人に世話をさせる神経がわからない。ちょうど母から電話がかかってきたので、私はこのモヤモヤを母に話した。母は私の話に相槌を打つが、聞き終わると、静かの言いたいことはわかるけど、姉には逆らわないでちょうだい。あの人、あなたの失態の愚痴を私に言ってくるのよ。自分に対してだけでも辛いのに、娘のことまで聞かされる母の身にもなってと、逆に泣き疲れた。おばは私への不満を私にぶつけるだけで飽き足らず、母にまで愚痴っていたのだ。疲れて家事の手伝いができなくても、実の妹に愚痴る気力はあるらしい。なんと都合のいい気力と体力だろうか。
ゴミ屋敷を人が住める最低限の家に戻すまで、丸2日かかった。本当ならこちらに来てすぐに祖母の見舞いに行きたかったが、おばはそれを許さなかった。やっと祖母の見舞いに行くと、久しぶりに会った祖母は元気そうだが、痩せて少しやつれた感じがする。元気そうに見せているのだと感じた。静香ちゃん、あの家で寝泊まりしてるんだって？祖母は何もできないおばがやっていけるのか心配で連絡をしたことがあったそうだ。すると私が一緒に住んでくれると言ったので平気だと言っていたらしい。あの子のことだから強引に押し付けられたんじゃない？祖母は何でもお見通しのようだ。仕方ないよ。おばあちゃんが大変な時だもん。私はね、おばあちゃんのためなら何でもするよ。だから遠慮はしないでね。私もできるだけおばのことは気にしてないという態度をとった。だけど、特に長女はわがままで何でも周りが聞き入れてくれると思っているから、静香ちゃんに辛く当たってるんじゃない？平気だと答えたが、この2日間だけでも耐え難い罵倒の数々が頭の中を通り顔をしかめてしまった。やっぱり本当に娘たちの大人げなさに呆れてしまうよ。祖母がこんな娘に育ててしまったのは自分のせいだ。そのために孫が苦労してしまうなんて申し訳ないと涙を流す。私の亡くなった祖父は母と叔母をかなり溺愛していたと聞いている。祖母はまだ60代後半だが、祖父は祖母より一回り以上年上で、年老いてからできた娘なので、とにかく甘やかして育ててしまったらしい。自分の希望は必ず叶う。わがままも許されると思っている長女。すべての責任から逃れるために他人に押し付ける次女。二人とも幼少期の精神年齢のまま大人になってしまったと祖母は嘆く。私の方から娘たちに話をつけるから、静香ちゃんは自分の家に帰りなさい。おばさんの世話から解放されるのは嬉しいけど、おばあちゃんのことまで放棄したくない。おばあちゃんのためなら私、頑張れるよ。おばあちゃんが好きだからというのはもちろんだが、弱っている祖母を見捨てるなんて私にはできない。退院するまで世話をしたい。ありがとう。じゃあもう少しだけ静香ちゃんに甘えさせてもらおうかな。もちろんだよ。任せて。あんまり頑張らなくていいよ。私に少し考えがあるから、それが形になるまでの間でいいからね。何をする気なのか聞いたが、祖母は内緒と言って教えてくれなかった。だが、祖母の笑顔に不自然さがなく、自然な笑みだったので、私はそれ以上聞かなかった。それからはまさに地獄の日々だ。唯一の救いは祖母の見舞い。それ以外は家事一切と、それらを見張るようなおばの視線にさらされていた。おばは些細なことにまで口出しして、ダメ出しをする。少しでも抵抗すれば、母から電話が来て、静香、お願いだから姉に逆らわないで。あなた、今日反抗的な態度をしたんだってね。そのことで30分も愚痴と文句の嵐よ。と逆らうな、従順に徹しろと指示される。おばの要望は日増しにエスカレートしていく。疲れたから駅まで迎えに来い。急に手作り弁当を持参したくなったと起こされたりもした。だが弁当の中身がダサすぎる。
社員の前で恥をかかせる気かと怒鳴り散らし出勤したこともあった。用意した食事ではないメニューが食べたい。スーツのアイロンがけに靴磨きまで。実際これらを祖母にもさせていたのだとしたら、祖母のやつれた原因もこれではないかと疑いたくなる。祖母は順調に回復をし、退院日まで決まった。私はそれまでの我慢と指折りその日を数え待ち望んだ。祖母の退院当日、これでおばの拘束から解放されると思ったが、静か、お粥作って。と、まだ酔いが残った感じのおばが、私の行く手を阻んだ。昨夜、おばはかなりの深酒状態で帰宅している。もう、あなたが役立たずだから、飲まずにはいられないの。二日酔いの原因はあなたのせいなんだから、看病しなさいよね。でも、今日はおばあちゃんの退院の日。母は大丈夫だから平気よ。一人で帰ってこれるから。それより私のお粥、早くして。おぼつかない足でリビングへと歩くおば。無理して起きてこないで寝ていればいいのに。私はおばを無視して祖母を迎えに行った。病室から出てきた祖母と待合室へ行く。祖母が会計をしている間、おばから電話がかかってきた。はじめは無視していたが、いつまでも切れる様子がなく、仕方なく場所移動して電話に出ると、おばは理解不能な言葉をわめき散らしていた。まだ酔いが覚めていないのか、それとも向かい酒でもしてさらに酔ったのか。今はそんなおばに付き合っている場合ではない。電話を切ろうとすると、救急隊員と名乗る男性の声がした。おばが階段から転げ落ちて骨折した可能性がある。今から搬送するので、搬送先の病院まで来てほしい。というような内容だった。もろもろの手続きには、身内の方の承諾も必要になるから、というような説明をされたが、私は病院に向かうのも、もろもろの手続きに承諾やサインをするのも嫌だと断った。電話の相手が、は？と聞き返してきたので、おばにとって姪は家族ではないそうなので、私ではお役に立てないと思いますと説明をして電話を切った。身内でもない私の承諾なんて無意味だし、書類にサインしても効力はない。こういう時にだけ私を身内扱いするな。それに骨折くらいなら命に関わるようなことはない。もろもろの承諾もおば本人のもので事足りると思う。意識があって、あれだけギャーギャー声を出せるのだから、電話を終えて待合室に戻ると、会計が終わった祖母が私のことを探していた。何かあったの？おばさん階段から落ちて骨折したって。ここで祖母が心配だから病院に行くと言ったら、それはそれで付き合うつもりでいた。まったくあの子は、少しはいい薬になればいいんだけどね。静香ちゃんが気にすることはないよ。というので、このまま祖母との約束を楽しむことにした。前々から祖母が退院したら、買い物と食事をしようと約束していたのだ。私たちが久しぶりの買い物と外食を満喫して帰宅すると、骨折かもと言われていたおばがすでに帰宅していた。聞けば骨折ではなく、ただの捻挫だった。処方されたのは数日分の痛み止めと湿布薬のみ。自力で帰宅できる軽度なものだった。おばは退院した祖母にいたわりの言葉をかけることなく、
病人を放置してなんて子だろうね。あんたのせいで私の自慢の足がこうなったじゃないの。と湿布が貼られた場所を指して怒鳴る。あんたさえ私に従って看病してくれたら、自力で水を取りにキッチンまで行くこともなかった。階段から落ちるなんて悲惨な経験をしなくて済んだのよ。自分の失態を私のせいにするおば。そのおばに対し祖母が怒りを表す。なんて恥ずかしい子だろうね。いい年して二日酔いになるまで酒に溺れたお前が悪い。お母さん、だって静香が役立たずだから。お前は妹だけでなく、姪にまで自我を通すのか？そんな大人げない子にはお灸を据えないといけないね。お灸って、それなら私じゃなくて静かにでしょ？いや、お前にだよ。実はね、この家を売ったんだよ。はい？祖母はすでにこの家は買い手がついて、早々に出て行かなくてはならないことを説明した。祖母の家周辺は最近開発なども進み、高値で取引されている。高額で即売買が成立していた。今後はそのお金で老人ホームに入り、優雅に暮らすのだと言うと、おばは動揺する。ここまで話が進んでいるとは思わなかったようだ。私に文句を言ったことへの脅し程度に思っていたと思う。ちょっと、冗談じゃないわよ。なんで勝手に決めるのよ。私だって住んでるのよ。売るなら売るで相談してくれたって。見舞いに来ないおばが悪いと、祖母は一喝。さらに家の名義は祖母で、名義人が家をどうしようと勝手だと、おばの主張を切り捨てた。実は祖母に頼まれ、私がいろいろ動いて、売却までこぎつけたのだ。祖母はさらに、40を過ぎていつまで子供でいるつもりだ。いい加減自立して世の中というものを知れと説教を始めた。おばは引きこもっているわけでもすねかじりでもない。自立していると主張するが、祖母の言っている子供の部分は目に見えるところを指しているわけではない。それがわからないのであれば、いつまでも祖母はおばを助けることはないと思う。ひどい、お母さん。妹がさっさと嫁いで家を出て行くから、私が残らなきゃって、それなのに、こんな私をお母さんは見捨てるの？お前みたいな娘なら、一人でいた方が何倍も幸せだよ。いらないと言い切られたおばは、赤ん坊のように大泣きをした。泣いてわめいてだだをこねて、私の目には、幼児がお菓子を買ってもらえなくて、だだをこねている姿にしか見えなかった。私は祖母の引っ越しも手伝うつもりだったが、祖母から自分の居場所に戻るように言われ、それに従うことにした。祖母からは何度もお礼を言われた。私は祖母がこれからの人生を楽しく過ごせる手伝いができたのなら、それだけでいい。お礼を言われるようなことはしていないよ、と返した。実は祖母から生前贈与を受けることにした。最初は断ったけど、お世話してくれたお礼と、二人の娘が迷惑をかけた分だと思って、というので、最終的には受け取ることで合意。贈与税がかからないよう、うまくやってくれるという。祖母は自身が亡くなった時のことも、いろいろ手続きしてあるからという。おばは働いていたが、実家暮らしと祖母の年金もあるからと、家に生活費も入れずに、あればあるだけ浪費していた。貯金がないおばは、実家を追い出され、
あれだけ馬鹿にしていた母のところに転がり込んだらしい。だが、父が今までの態度などを理由におばを追い出す。また、母も追い出されたと聞いた。父は母がおばから私を守ることもせず、なすりつけ放題していたことを知っていた。今回の件では、心底愛想が尽きたみたいで、もう母も戻る場所はないだろう。母とおばは、私が祖母から受け取ったお金で、早々に越していたことを知らないまま、引っ越す前の家に来ていたみたい。私は二人の連絡先を拒否しているし、職場にも取り継がないようにお願いしている。二人が私のところにたどり着ける可能性はほぼない。自称キャリアのおばの実態は、小さな会社の事務員で、若手いびりをする嫌われおつぼね様だった。実家を追い出されたストレス発散に、新人いびりにも拍車がかかり、問題視されたことで解雇されてしまう。働いた経験がないに等しい母も、生きていくために働かなくてはならず、パートに出ることになった。だが、年の割にはあまりにも世間知らずすぎて、パート仲間から浮いた存在のようだ。そのため長続きせず、すぐ辞めてしまう。そんな姉妹は二人でボロアパートで暮らしている。おばが母を罵倒する声が近所中に響いているとか。おばと母の情報の出所は父からだ。母とは疎遠だが、父とは今もそれなりの距離感でいい関係が続いている。むしろ母がいなくなってからの方が、父との関わりが深まったようにも感じる。私は今も定期的に祖母と会っている。私が出向いたり、祖母が出向いてくれたり、今は誰からも強要されることのない、自由でゆったりとした時間を大切に生きている。